こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポストの提供でお送りしております。コインポストさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏の参戦も決まりましたし、また最近ではタクシー50台によるサイドイベントまでの無料送迎も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。まずビットコイン関連では、マウントゴックスのアドレスがまた動き出したのが話題になっています。最初のテスト送金が行われたのが UTC 時刻で7月16日の5時、日本時間では7月16日の14時あたりなんですけども、ビットコインもその時間帯から急落してまして、その後クラーケンのものとみられているアドレスへの送金が確認された17時あたりにも落ちてます。実際に外部クラーケンに送金された額は 48,641BTC、31億ドル相当となっています。クラーケン自体は7日から14日以内に債権者に対して支払いを行うとしてますんで、時期的には7月23日から8月2日あたりでしょうかね。今後さらに市場に影響するのか注目ですね。あと他では昨日共和党の副大統領候補にバンス氏が指名された後、大統領選のトランプの勝利予想がまた上昇しているのが話題になっています。一時 72% となってまして、再度最高支持率を更新しています。このポリマーケット自体が仮想通貨寄りのオッズなんで、拍車がかかっている状態ですね。個人的に気になったのは、一時と比べて、バイデンがまた盛り返しているところですね。高齢問題が懸念されてから、ハリスが一時的に支持を集めてましたけども、その後バイデンが撤退しないと表明したせいか、現在でも 19% を維持してます。ただトランプと比べると大きな差になってしまってますね。株式市場、仮想通貨市場にとってはプラス要因となってますが、果たしてこのままトランプ勝利となるんでしょうかね。あと他ではデリビットがその大統領選に向けた11月8日満期のビットコインとイーサのオプションを提供し始めたこと、決済のストライプが EU でビットコイン、イーサ、ソラナの購入サービスを提供し始めたこと、またジャック同士のハードウェアウォレット、ビットキーがムーンペイと提携してまして、ビットコイン購入サービスをユーザーに提供し始めることや、ユニスアップがウォレットのブラウザ拡張機能を発表、イーサなど11のチェーンのサポートも発表しています。海外のユーザーに対してのサービス拡大が目立ってますね。ブルに向けての準備を着々と進めている感が出てます。また昨日の米国の ETF のフローはまだ全体が公開されてませんが、今回もグレースケールの GBTC から流出が見られず、全体でプラスで終えそうです。先ほどブラックロックに 2.6 億ドルの流入があるという情報も出ましたので、8日連続の準流入は確定となりそうです。一方、香港の方はビットコインがプラス 49.85BTC、ドル換算では274万ドル相当、イーサは 353.4 イーサ、ドル換算ではプラス120万ドル相当の流入を記録しています。ビットコインの価格は現在65,200ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米国売上高が予想のマイナス 0.2% に対して結果が 0.0% と予想を上回る結果となりまして、米金利上昇、米ドル高要因となっています。ただ昨日もお伝えしましたけども、この指標結果があんまり反映されなくなってきてまして、金利は昨日からさらに落ちて、市場全体が上がって、それぞれ AT 値を更新しています。米国債金利は 4.16 を推移しておりまして、ナスダックが 2398、S&P500 が 5673、ダウ平均が 4954、キングゴールドが 2469 ドル、日経平均が 41,274 円、ドル円が 158.3 円となっております。個別株の方ではマイニング株、仮想通貨関連株の続伸が目立ちます。あと元従業員から財務条件の虚偽と脱税の容疑で訴えられてたマイニング企業のノーザンデータが反対の声明を出しています。彼らは会社での非生産的で短い在職期間の後、カマは正当な理由で解雇され、ポーターは生産性の欠如を理由に解雇されたと、ノーザンデータは彼らの法外な退職金要求を拒否しただけだと反論しています。ノーザンデータの株価は他と同様ですね、プラス 6.3% と反発してますね。で、また日本株の方では、またメタプラネットの高騰が話題になっています。
21.88BTC、約126万ドル相当のビットコイン追加購入を発表してまして、総保有量は 225.611BTC、1420万ドル相当となっています。株価は再度100円を突破してますけども、日本の株の投資家はどう見てるんでしょうかね。底値からは天馬川になってますが、こちらもどこまで伸びるのか注目ですね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 2.0%、額としては331億ドル相当、比率としては全体ではロングが 53.3%、バイナス意味はロングが 51.7% と上売りになっています。今後の指標としては、本日7月17日にニュージーランド ACPI、米鉱山生産指数、7月18日に ECB 政策金利、米フィラデルフィア連銀企業指数、7月19日には英国カナダの小売売上高、日本の CPI などが控えております。市場全体で見たら、金利下落から再度上向きになってまして、仮想通貨市場もマウントコックスファンダで調整に入ってはいたんですが、先ほど午前8時あたりに、ブラックロックの ETF に 2.6 億ドルの流入があると発表されてから、また上向きになった展開です。ETF の流入も回復して、指標も効かないとなると、サプライズがない限りは、強気継続の見解が多くなりそうですね。チャートだけ見たら、再度64,000の攻防を抜けてまして、その上の67,000の攻防に向かうとしております。下再度62,000あたりで反発できるかが焦点になると思います。今後の市場どこに引き続き注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3450ドル、BTC 建ては 0.0530 と、昨日からは下がっております。先物の方では OI は全体でマイナス 2.2%、額としては134億ドル相当、比率としては全体ではロングが 56.0%、バイナス目はロングが 64.4% と上売りになっています。未だに ETF に数十億ドル流入とか煽られてますけども、OI も減ってまして、ビットコインとは対照的な動きになっています。トレーダーも先物やオプションの方でヘッジをかけて準備しているという見解も見られますね。BTC 建てもどっちに行ってもおかしくない形状です。ETF の取引開始が噂されている23日まであと6日ですね。ドル建ても抵抗あたりですし、このあたりで手を引いている人もいるかもしれないですね。チャートだけ見たら上は3500から3600の抵抗を抜けられるかどうか、下3200あたりで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。クレグライトがついに自身がサトシ・ナカモトではないことを認めたことが話題になっています。これは裁判所から自身のウェブサイトや SNS にサトシ・ナカモトではないことを公言しろと、命令されてからの動きになっています。ただこのクレイグライトは偽証罪と偽造罪の容疑はまだ問われてまして、そっちはまだこれから英国から訴訟されるのか、逮捕になるのか検討されているようですね。で、判決下ってから結構時間が経っているせいか、クレイグライトのビットコインサトシビジョンは今のところそこまで影響ないです。現在時価総額89位ですが、今後もこの格好を保てるのか注目ですね。あとアルト関連ではワールドコインの高騰が話題になっています。Tools for Humanity チームが保有するトークンの 80% のロック解除期間が3年から5年に延期されたことが大きな要因とされています。ワールドの価格は現在 2.8 ドル、BTC 建てはプラス 20%、時価差が103位ですね。また2ドルの底値あたりで反発しています。独自チェーン、ワールドチェーンのリリースも期待されてますけども、こちらもまた上向かえるのか注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。